はい、皆さんこんにちは。走ってコーヒーの塚田健太です。今週もよろしくお願いします。今週もゆるっと豆紹介です。はい、じゃあ今日はどっちがいいかな。はい、コロンビア会になりました。まず一つ、ラロカエクスペリメンタルステージ、ホルヘさんという人が作ってるらしいコロンビアですね。なんかすごい有能な農園主らしくて、その子供がカップテイスターズ子供部門で優勝したとかなんとか、まあなんかすごい実力派農園のようです。ラロカはね、なんか以前も芸者のオーシトを入れたことがあるんですけど、こっちはなんかアナロビックオーシトで、まあつってもケミカル感はないのにもかかわらずめっちゃうまい芸者です。はい、あ、来たこういう芸者欲しかったっていう芸者。しかもね、結構しっかり酸味があってうまいです。はい、もう一つ、はい、エルディビソシュドラコンペティションロット。皆さんもおなじみですね。コンペロットご存知ですか？ご存知ですよね。エルディビソ、まあうちでもオンブリゴンとかいろいろありますけど、コマーシャルロットとまあコンセプトは一緒なんですけど、それのもっとちゃんとしたやつです。チェリーの熟度均一、温度管理はもうステンレスでコンピューターとつなげて、もうめちゃ丁寧に作ってますみたいな。本当もうなんかバリスタチャンピオンシップとかで競技者が使ってももう全く遜色ない、もう世界一かもしれないみたいな。いろんな品種今まで足でリリースしてきました。ジャバ、オンブリゴン、アヒ、パパヨ。だけど今回はようやくシドラ。素晴らしいですよ。はい。ここオシトになってるけど、これナチュラルですね。すいません、直します。どっちから行く？こっちかな。はい。じゃあ地味な方から。地味でもないけど、めちゃくちゃうめえオシト。めっちゃうまそう。上手に焼けてますね。うまそう。最高ですな。ホットとアイスどっちがいいですか？ホットですね。わかりました。選ばせてくれなかった。なんだろうな、なんか今日ホットで入れたい気分かも。なんかアイスで飲んでもいいんだけど、ちゃんとなんか味取りたいのかな、繊細な味を。はい、じゃあちょっと一発目入れていきたいと思いますね。はい、行くぜ。はい、レッツゴー。クソうまコロンビアゲイシャ。いいよ。どうしたおい。たまんねえよ。新乳化豆ってね、こう上がるよね。素晴らしい。すげえいい匂いする。でしょ？ベリッシモ。素晴らしい。いいね。すごいなんかマスカットっぽい感じが。なんか緑色のフルーツやっぱ感じるんだよ。しかもこれ飲むとね、酸味があってうまい。すげえいいじゃん。いいこと書いてるんだ。いい。おっと、結構いい感じだった。やばい。どうだ。ギリ。おい。ケンタスピン。いいじゃん。はい、じゃあ今週も。はい、メドレーをスーパーフルーティー。
いいね。味わいこれ、ジンリッキークリスタルクリアシトラスピール。ジンリッキーわかります？リッキーさんが作ったカクテルと言われています。カクテル。まあ、リッキーさんお客さんなんですけど、バーテンダーに、ライムをそこに沈めて、こう、ジン入れて炭酸水でアップしてくれって。で、お客さんがそのジンを潰しながら飲むみたいな。まあでも最近のバーテンダーは先に絞っちゃったりしますけど、あんなマドラーでツンツンやってね、混ざるかいな。危ねえし。ライムって結構苦味がね、独特のあるんですよ。まあ、レモンがクエン酸だけだとすると酸味もちょっと違って、ライムはクエン酸に加えてリンゴ酸、酒石酸、琥珀酸だ。そうで、それがちょいちょい入ってて、それがなんか絶妙の渋酸っぱい感じを作ってるんですよ。ね、でライムも皮をこするとミントみたいな香りしたりして、でジンリッキー僕が作る時はこう絞った後にその白いとこをグリグリってやるんですよ。そうするとその雑味が出る。でかつジン入れたグラス、氷の上にライム絞った後にそのピールにめがけて炭酸水を注いだりするんですね。でそうするといい感じのコクになると、まあそんな感じします。香り嗅いだけど。でジン自体はねいろんなボタニカル入ってますけど、まあ、代表的なのがジュニパーベリーですね。ジュニパーベリーってベリーなのにめちゃくちゃ硬くてなんかコロコロして美味しくないですよね。はい、いいね。うん、気持ちいいですね。うん、でかつ綺麗ですね。これね、とてもクリスタルクリアって書いてますけど、クリスタルクリアってなんか大学の時になんか就活した友達が、まあ、就職決まって外資の化粧会社だったらしいんですけど、みんな知ってる。そこでなんか、まあ、インターンかなんかにもうすでに入ってて、で半分英語とか出てくるわけで、こうベラ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 説明された後にクリスタルクリアって言われる時おもろい。クリスタルクリアとか言って分かったみたいな、もう完璧に分かったみたいな。クリスタルクリア、すげえなと思って、なんかここでこのクリスタルのクリアな感じを入れられてよかったですね。供養できました、俺のクリスタルクリア。クリスタルクリア流行らせて、なんかみんな友達にでさつって俺そこで言ってやったわけなんとかっつって、もう本当おかしいよな、クリスタルクリアみたいな言ってやってよ、言ってやって、クリスタルクリア流行らせて、ね、で最後本当はねレモンピールにしたかったんだけど、まあなんかこのねライムの印象も結構あると思うんで、あえてシトラスピールと表現しますね。うまいな。焙煎から1週間ぐらいなんだけど、結構なんかみずみずしい果実の印象も入ってますね。じゃあ最近買ったもので良かったものを紹介します。まず一つ、はい、ラベルピーラーですね。これまあ最近でもないの、もうなんか何ヶ月か前なんだけど、まあ紹介しようと思ってしてなかったんで、まあここで巻き取りでこう組んで、何に使うかっていうと、このシールを剥がしてくれます。もうほんとそれだけ。うちのこのミニカップなんですけど、これ全部貼るわけですよ。これがね、手で剥がしてたらまあだるいのなんで、こういう時にやります。じゃあこれもちょっとやっていきましょうか。はい。でもあっという間ですよ、本当に。こうね、貼っていくわけです。見てくださいね。ここにセンサーがついてるんで、これ取ると、ほい、ほらほら、いかにはべらんね、うりー、ほら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 、ありよりはべりまそかりっつって、ね、いいでしょ。早いよ、これ結構。でね、バリスタ諸君、こういった一見地味に見えるというか、まあ実際地味な仕事をいかに早くやるか。もう地味な仕事なんてね、だりーと思って地味にしてたらつまんないんで、これをいかに楽しむかっていうね、どんだけ早くできるかっていうのが、やはりこう、大事ですね。誰かがやんなきゃいけない仕事なんでね、絶対これはどんなバリスタとして偉くなったとしても多分生じる作業なんですよ。新人がやることが多いんですよ、こういうのは。でも大体なんでかっていうと、新人は他の仕事ができないからです。だからまあとりあえずそれやっといてっつって。
で、そこで一生懸命なんか、心骨注げるかっていうところを実は見られてたりするんで、どんな仕事も一生懸命やりましょうと。で、自分が一番うめえ、この作業においてはっていうところまでたどり着いたら、多分他やっても何でもできるわけじゃないですか。ただこれダリーってタラタラしてるやつはなんだあいつ使えねえなってなっちゃうわけですよ。はい、ということであっという間に50個終わりました。素晴らしいですね。すごい。早いでしょこれ。早い。そう、これ手でやるとマジ大変なんです。あっという間だぜ。なんかこの YouTube ドリップの他のこういうコンテンツいろいろやりたいなと思って、絵本の読み聞かせとかやりたいな。やってる人いるもんね。いるよね。どうなんだろう、権利調べた。お箸うさぎとか知ってます？お箸うさぎめちゃくちゃおもろいですよ。子供も大好き。まああらすじはですね、お箸の持てないなんとかくんがお箸なんて嫌いだみたいな感じでやってたら、お箸うさぎが出てくる。お頑張れお前いけるぞみたいな感じでお箸の特訓をするっていう、そんな感じなんですけど、最後の弁当なんかお前の好きなもん思い浮かべてみろみたいな言って「うん分かった」とか言って出てきたのが「おめえ弁当に汁物はねえだろ」っつってなめこ汁なんですよ。いやマジでこう言ってんですよ。おめえ弁当に汁物はねえだろっつって、はい、でなんかもうまあ寝かしつけで絵本読むわけですよ俺は。昨日もお化けの天ぷらとか読んだんですけど、うさこは食べることが大好きですね。棒読みしてもつまんない。うさこは食べることが大好きですつってとかね。子供に2歳の子がやると「怖いよ」とか言うんですよ。そういやだってね2歳の視聴者の方もいらっしゃるかもしれないんで、はいいるかもしれないじゃないですか。はい、ねパパが見てて「ほらパパ何見てるの?」って言って「ちょっとおかしな人の YouTube だよ」なんつって「今日は絵本やってるよ一緒に見る」とか言って、はい失礼しました。ということで、はい、以上。あともう一個ありますわ。ご近所店ね、ここ開けっぱなしじゃないですか。はい、ででーん。ウルトラベーププロです。はい、虫にお悩みのカフェ事業者の、そこのあなた。ねえ、ちっちゃいベープ、蚊取り線香、向きあるかもしれません。これですよ、ウルトラベープ。もう火つける必要ない。タイマー式なんで、まず朝出勤してつけたら、次の日も同じ時間についてるという。優れものです。はい。ね、中にマジで強力ななんかそういうのが入ってて微妙に風を送ってであらゆる虫をゲットアウェイな感じしてくれます。マジでこれやってからあらゆる虫消えました。確かにこの2時間いないでしょいないでしょ、そう世の中いっぱいいるじゃないですか。ここはいませんよマジで、小バエもいません。はいすごいでしょ。家にも実は買ったんです。そしたらほら家って「蚊が入るから早く閉めて」ってあるじゃないですか。ない。逆に開けっぱなしで蚊とか逃げてくるんです。だからなんか全然焦んなくていい。おすすめです。ただまあ高いのよ。3万ぐらいすんの。高えよね。ベープで3万。3万。そうでもまあ本当もうなんかストレスからはもう解放ですよ。はい。圧倒的です。ウルトラベーププロ。皆さんぜひ。あとは、これとかね。メルカリで買いました。シグマの SD クワット。なんとフォビオンセンサーですよ。ご存知ですかフォビオンセンサー。以前DP2 とかの紹介したと思うんですけど、普通って赤、緑、青が1枚のセンサーになってるじゃないですか。で、これはそれを3枚。プラス白黒の4層に分けてるんです。赤だったら赤だけを、緑だったら緑だけ、青だったら青だけ。まあ、これはなんかただその黄色に弱いらしいんですけど、まあうまいこと頑張ってます。で APS-C で確か4000万画素なんですけど、ローで撮るとなんと1枚100メガっていう恐ろしいでしょマジで。でなんかしないけど情報量がすげえのか何なのか現像めっちゃむずい本当に。結構ホワイトバランスとかってまあちゃちゃっとこううまいことなるんですけど、あれおかしいなみたいな。なんか赤にやったらあれなんか青っぽいぞね。ああちょうどあったみたいな。すげえなんかまあ下手なのもあるのとライトルームで現像してるのもあるんですけど、多分底辺です。でしかもマウントが SA マウントっていう古のシグマのマウントで、まあレンズがねえ、まあレンズ2本ついて、まあ結構安かったんで買ったんですけど、はい、まあでも結構かなり使いやすいですね。この辺とかなんか
かなりいい感じ。すごいいい感じです。で、これで俺は子供とか、撮ったりしてます。もう、ハードコアですよね。ISO 100しか使えません。すごい。いいですよね。でも ISO 100だともう撮らないときは撮らないしね。で、まあ開放 1.4 あるんで、このレンズ。結構明るく撮れる。そうそう、まあ30ミリなんでね、換算50ミリぐらい。本当は僕ね、35ミリの画角が好きなんで、24ミリのレンズとかに探してんですけど、まあ SA マウントのそれがまあないんですよね。全然中古じゃ見つかんなくて。はい。以上かな。もう一個ぐらいいく？面白いやつでいくと、最近だとちょっとキックボクシングやったりしてまして、まあ筋トレハマってるんですよ。このダンベル2キロ。このうち4キロ買いたいんですけど、これでシャドウとかしてます。ね。楽しそう。これ、まあなんか、こういう動作ってクソつまんなくないですよ。だからこれでなんかこう、頑張れーみたいな。10回やったら、結構、パンプしてるみたいな。そう。なんか普通のパンチが軽く感じるってね。はい、まあ本当土初心者なんで、フォームが汚いですとかそういうのやめてください。ここから上手くなりますから。倒せ、土橋エイジ。相手強いらしいですね。イグニスの。まあついでにあともう一個筋トレ器具。これですね、中に水を入れて、こう、打って遊ぶやつ。結構重そう。重いですよ。はい、まあ、こうやって遊びます。どっこいしょ。以上です。次行きましょう。さあ、お次はそうです。これですよ。はい。ディビソのコンペロット。いや、これすげえんだから、マジで。これはね、ちょっとね、もう、めっちゃうまい。ごめんだけど、これはもう、ハーフでいくわ、ハーフで。すごすぎる。はい。シドラのナチュラルですね。もうね、このテイストコメントの気合が違いますよ。オーセンティックチョコレート、エイジドレーズン、オンザバイン、まあ、枝付きレーズンのことなんですけど、あとレジェンド・オブ・キューバルラム。これ知ってますか皆さん？レジェンド・オブ・キューバルラム、伝説のラムみたいな。まあ作ってるのはですね、まあキューバで作ってはいるんですけど、保管してるのが確かスペインだったのかな。バルデスピノっていうシェリー会社があるんですけど、そのシェリー会社の樽で寝かしてるラムなんですよ。でこれ何がすごいってリアルシェリーなんですよ。はい、リアルシェリー何のことかっていうと、まあ、世の中の大体のシェリー樽のウイスキー、まあ、マッカラン、グレンドロナック、ダルモアとかグレンファークラとかいろいろあるじゃないですか。まあ、あれ系のシェリー樽って物議を醸すからあんま明言したくないんですけど、ほとんどがシーズニングシェリーだと言われてるんですよ。要するにそのシェリーを何十年も熟成した樽ではなく、ウイスキーを熟成させるためだけに一回シェリーぶっ込んでシェリーの味をつけて中身全部捨てちゃうんですよ。そうだからシェリーの香り付けさせた樽でみたいな、まずそれでもねなんかすごいなんか上手にやってるらしいですけどやっぱりねリアルシェリー飲むとうまーってなるんですよね。本当だからオールドウイスキーのもうこの時のシェリーみたいなのともう本当にもうたまらない官能的な。はい、すいません、長いよね。はい、でもそういう本当もうもうシェリー好きだったら大好きな本当葉巻とかシガーとかパイプとかなんかあとは両切りピースとかそういうのと合わせていただきたい。はい、すいませんね。ハーフで入れましょう。いやうめえだからこれは。いくぜ。レコードなってるのかな。あ、来てる来てる。うわ、うまそう。いや、やばいやばいやばい。これ香りの長続き度が違う。長え。すごいね。これはね、商品説明に思わず僕はね、ちょっととんでもないこと書いてある。たまんねえよ、こういうの。ですね、
今までのアシッドがリリースした、コンペロットって結構そのいわゆるケミストリー的な化学反応的ななんか品種とプロセスの掛け合わせの味みたいな複雑なフルーツフレーバーも多かったんですよ。特にほんとジャーバー、アヒね、パパイヤとかいろんな味がしたと思うんですけど、これはもうなんかもうドストレートにもうシドラナチュラルの最高峰見せたるわみたいな、もうドストレートなナチュラルなんです。だからナチュラルプロセスが好きな人はもうぜひ飲んでほしい。素晴らしいです。結構やっぱそのナチュラルプロセスでゲイシャとかあるんですけど、やっぱりゲイシャだと華やかみがないとなんかダメってわけじゃないけど、なんか華やかみがあるんですよ。ゲイシャナチュラルってどんだけそのベリーのニュアンスがあってもちゃんと花がいると僕は思うんですね。なぜならゲイシャの特徴は花だからフローラルさだから。でその純粋にナチュラルプロセスの味だけ欲しいぜみたいな時ってやっぱシドラすげえ相性いいんだなって思うんですよ。でシドラウォシュトにするとすごい綺麗なね、なんかいわゆるブルボンっぽい感じ、ブルボンシドラって言われるぐらいですから、綺麗な感じなんですけど、本当プロセスかけた時の乗っかり具合のその綺麗さと乗っけた強さがしっかりねしてまんがな。酸味もしっかりありつつのナチュラルプロセスのうまさ、大胆なんだけどどこか紳士的みたいな、たまんねえよな。で結構悪口言うわけじゃないですけど、いわゆるコマーシャルロットのシドラナチュラルって豆のばらつきめっちゃ多いんですよ。それこそ欠点豆多いみたいな、なんかこっちはすげえ焼けてるんでこっちめっちゃ生焼けっぽく見えるみたいな、成分値自体がもうそのロットで違う、なんかバラバラなんですけど、さすがコンペティションロットもう揃いまくってんですよ。ハンドピックもちろんある程度は取るけど超少ない、シドラナチュラルにしては。だからそこはすげえと思う。綺麗だもん、だってめちゃくちゃ綺麗だもん本当に。しかもちゃんとナチュラルフレーバーなんですよね。ちなみにコンペロットね、あんまりこのめっちゃ生豆自体が高いのもあって、うちもそんな量仕入れられてないんですよ。あとこれ1箱しかありません、1袋しかありませんとかもよくあるんで、なので量ちょっと少ないんでお早めに。メタメロスーパーフルーツ。ベイベー、もう早く飲んでこれ。すげえから。いいねいいね。なんかちょっとねこうヨーグルトっぽいね、こうなんか乳酸物がなんかこうクリーミーな印象もありますね。すごいっしょこれ。すごい。すげえなすごいです。すげえなすごいです。大人っぽいでしょ。大人っぽいね。うちのお客さんでめちゃくちゃコンペロットが好きなお客さんいて、もうなんか出るたびに 500g ぐらい爆食いする人がいるんですけど、でもその人がですね僕がやってるガレッジに来てですね、これでエスプレッソマティーニを作ってくるって言うんですよ大体。今回も絶対これ言うね。エスプレッソマティーニにしたらもうめちゃくちゃうまいもん。今までのやつもうまかったけど、うまっ。いやー、レジェンド・オブ・キューバン・ラムの出がってきた。でもそういうのは本来冬に飲んでなんぼかんもあるんですかね。そういうシェリーダルウイスキー。シェリーダルウイスキー夏に飲む感じあんましないけど、でもこれ飲むと飲みたくなるよ。案外夏に飲むシェリーダルウイスキーもいいのかもしれないです。もちろんアイスにしてもうまいのはわかるでしょうけど。おー、すげえ。なんか冷めるとまたグレープ味がこうフレッシュに蘇ってくる感じで、なんかブランデー味もあるね。コニャックっぽいというかね。冷やしコーヒーとか、ちょっと濃いめのドリップにして1対1のトニック割りとかうまいと思う。でトニックはウィルキンソン推奨です。トニックウォーター自体は結構苦みがあるものなので、シュエップスとかだとちょっと苦みが重くなっちゃう。シュエップスは結構ジントニック向きだと思うんですよね。エスプレッソトニック向きじゃないと勝手に思ってます。あとはフィーバーツリーね。フィーバーツリーはね、なんかあれこそ苦くて
ジントニック向きだと思う。コーヒーのこの酸味をこう下に引っ張っちゃう感じがするんで、フィーバーツリーマジでエスプレッソトニックには好きじゃないですね。しかもフィーバーツリーね、炭酸が弱いのよ。でなんかこうコーヒー熱いことが多いじゃないですか。でそれでバーッとさっさと抜けておしまいみたいな。でしかも味がめちゃくちゃ強いから、なんかコーヒーの味、この美味しさはフィーバーツリーの味みたいになっちゃう。フィーバーツリーの青とかメディトリアンっていうのもあるんですけど、あれもまあ正直うますぎて合わせた時に邪魔すると。フィーバーツリーの青いやつは正直クラフトジンとかに向くと思いますね。なんかドライジンとかじゃない感じ。完全に冷めた時なんか、お前果物だったのに花になったんかいみたいな感じありますね。うわー、去り際、じゃあ行くねっつって、また会えたら嬉しいねなんつって、そこでなぜ俺はこんな色気を感じるんだみたいな、去り際の色気がすごい。ああ、とんでもないトラウマ級のいい男に出会ってしまった。これは恋。あたいこんな人正直そこまで好きじゃないっていうか、割り切ってたはずなのにみたいな。うまい。いいね。いやこれはね、ほんとホットで入れて、もうハーブで入れて、もう冷え冷えになるまでゆっくりお付き合いください。で冷え冷えになった後もお前はまだ魅力出てくるのかいっていう、ずっとこいつは素敵なんで、さすがコンペロットですね。こんだけ激しいファーメントかけていて、それでいて綺麗っていうのがさすがですね。これ多分すぐ売れちゃうと思うんで、お早めに。では今週もありがとうございました。目覚めよスーパーフルーティー。